皆さんこんにちは、タサンシマです。今日はチキン南蛮を作りたいと思います。今回は甘酢だれの甘さと、あとタルタルソースの酸味にちょっと、メリハリをつけて作っていきたいと思います。まずじゃあ、タルタルソースの、ゆで卵を作りたいと思います。今、ゆで卵のお湯を沸かしてるんですけども、その間に、野菜の準備をしておきます。今日は冷蔵庫に残っていたレタスなのであんまり綺麗じゃないんですけど、もったいないのでこれを使います。チキン南蛮の甘酢だれがついた野菜が結構好きなので、お肉の下に野菜をひいてちょっとタレをしみしみになった感じに盛り付けたいと思うのでそうします。でもそれが嫌な人は別添えでもいいし、やっぱり結構重たい料理だと思うのでお野菜があった方がいいと思うので、お好きな野菜を用意してください。きゅうりは縦半割りにして斜め薄切りに切ります。じゃあお湯が沸いたところに卵を入れて、9分から10分茹でて固茹でにします。卵4つ使いたいと思います。はい、で、ゆで卵を一度お湯を沸かして、卵をそーっと、何か道具を使ってそーっと入れて、その時にボコボコ沸騰してると結構その沸騰の加減で、卵が割れて、白身が出てきちゃったりしやすいので、一度入れるタイミング少し温度を、卵冷たいと温度下がるんですけど、火加減をちょっと落としてあげて、それから全部入れてからまた温度の調整をするといいと思います。でしっかり沸き始めてここから9分っていう感じで9分か10分って感じで入れてください。ではこの、ちょっと古くなったレタスをきれいにしながらちぎります。ちょっと大きめにもうバリバリっとちぎってきゅうりと一緒に水に浸しておきます。水の中でしっかり混ぜてさっと洗ったらざるに引き上げます。水をしっかり切ってはい、この状態で料理が出来上がるまで冷蔵庫の中で冷やしてで水を吸わせてシャキッとした食感にします。では次にタルタルソースの玉ねぎを用意したいと思います。1/2個分使います。みじん切りにします。玉ねぎはちょっと辛めがあるので、さっと水で洗って、はい、しっかり水分を絞ってキッチンペーパーでしっかり握って絞るといいと思います。あとはピクルスを準備します。ピクルスは、いろんな種類があるんですけど、これコルニッションって言って、ちょっと小さいきゅうりの酢漬けになったものです。で、多分メーカーによって結構味が違って、ちっちゃいやつは割と歯ごたえも良くて、あと酸っぱいのが多いかなっていう感じがします。で、逆によくこういうこっちの方が多分よく見ると思うんですけど、大きいタイプのものは酸味がちょっと弱いかなっていう感じがします。で、あと歯ごたえがやっぱり柔らかいです。はい、なので買えるものを使うっていう感じになると思うんですけど、もしネットで取り寄せたりできるんだったら、私はこっちのタイプの方が好きなんですけど、なくてもいいですし、本当にピクルス近くのスーパーで手に入らないっていう方はきゅうりを小さく刻んでさっきの玉ねぎぐらいの大きさに刻んでしっかり塩をしてで一回こう塩もみして水分を取ってそこにお酢をちょっとかけておくとピクルスっぽくなるのでそれをピクルス代わりに使ってもいいと思います。はい、今回はどっち使おうかな今回この大きいタイプで作りたいと思います。はい、で言ってるうちに卵が時間になったので、
ゆで卵を、はい、お湯を切って、はい、で水にさらすんですけど、この時に小さいひびを入れておいてあげると、冷やしてる間にひびから水が入ってくれて、後で剥きやすくなるので、ちょっとカツンとひびだけ入れておきたいと思います。はい、でこの状態で冷たい水で冷やして何回か変えながら冷やしていきたいと思います。じゃあ、開けます。ちょっと今全然開いてない状態なので。もうピクルスは好きなだけ入れればいいと思うんですけど、私たちの家族は全員好きなのでたくさん入れたいと思います。4本入れます。これも玉ねぎと同じくらいの、大きさにみじん切りにします。では鶏肉の準備をしていきます。今日は揚げ焼きにするんですけど、フライパンに油を、注いでおいてから鶏肉を触っていきたいと思います。はい、サラダ油一面に広がるぐらいですね。1センチも入ってないです。0.5センチぐらいですかね。フライパンに全部こうガッと広がるぐらいでいいと思います。でもし足りなければ足せるので、このくらいの油の量にしておきます。はい、では、いつものように鶏肉は水分をやって、で今日は4人分ぐらいの量で、2枚から3枚大きさもまちまちなので2枚から3枚で作るといいと思います。で鶏肉の水分を取ったら両面に塩コショウをします。この塩コショウは、割としっかりめに、で皮は味が入っていかないので皮は軽くでいいんですけど、お肉の方には割としっかりめに丁寧に塩をしていきます。はい、胡椒は好みで。で鶏肉の脂とか筋は嫌いな人は味をつける前に取り除いてください。そしたら卵の衣を作りたいと思います。今日は3枚にしちゃったので卵は2個を使いたいと思います。で2個でバッター液みたいな感じで卵の中に小麦粉を入れてお水で硬さを調整していくって感じにします。なので、2枚で作る人は1個でいいと思うので大さじ3倍ぐらいの1個に対して大さじ3倍ぐらいの小麦粉を入れて、あとは衣をがつくぐらいの濃度にお水をちょっとずつ入れながら調整するんですけど、あまり緩いと衣が薄くなると甘酢を吸ってくれないので、少しちょっとべっとりした状態の濃度に調整してください。なので1枚で作るか2枚で作るか3枚で作るかによって卵の衣の量変わってくるんですけど、卵が余っちゃうのもったいないので2枚ぐらいまでは1個で、2枚以上3枚4枚とかになってくると2個でっていう感じにするといいと思います。今日は2個を使います。ちょっと見ちゃった。小麦粉は割と混ざりにくいので泡立て器を使った方が均一に早く混ざりやすいので泡立て器で混ぜていきます。卵の量は今日は2つ使ってるのでその分卵の風味がちょっとふわっと変わるような
焼き上がりになると思います。でこの衣を卵で作る場合と小麦粉を混ぜて作る場合と、あと片栗粉をそこに混ぜて作る場合といろいろなタイプがあるんですけど、自分の好みによって変えるといいと思います。卵の場合はやっぱりふわっと仕上がるので柔らかい感じになるし、小麦粉だと普通に衣がつくので、そのタレがしっかり吸い込みやすくなって、ちょっとカリッと焼き上がるし、そこに片栗粉が入るとよりガリガリっとした食感になるので、自分の好みでどういう風に仕上げたいかで決めるといいと思います。で今日は卵2個だったので小麦粉を大さじ6杯入れたいと思います。今回は卵2個の分量でレシピをあげようと思うんですけど、もし卵が1個しかない場合もその分小麦粉と、もしくはお水ももしかしたらちょっと足さないといけないかもしれないんですけど、ぴったり余らないぐらいの量にしとくと無駄にならなくて済むので、自分で調整して作ってみてください。濃度はこのくらいでいいかなと思うので、お水は入れないようにします。はい、じゃあ、油を、熱して、ちょっと温まるまでは強火でいいと思うので、お肉をボウルに入れたいと思います。しっかり衣を全体になじませておきます。で少し衣をフライパンに落としておくと、この落としたものが油の温度が上がってくると反応してくるので、泡がついてきたりとかちょっと動いてきたりとかするので、これを目安に油の温度を中火ぐらいに落としておきます。そしたら皮目を下にして皮をなるべく広げるようにフライパンの中に入れます。この時にボウルについた衣を拭き取るような感じで取っておくと無駄がなくていいと思います。はい、ちょっともう無理やり3枚入れました。でこのボウルに余った衣はもったいないので、このちょっと薄そうなところに落としておきます。で入れたら少し今温度が下がったのでもう一度強火にします。でこんな感じでもうバチバチこういってきたら、さすがにこれでは温度が高すぎるので、ここで中火から弱火ぐらいの感じにしていきます。音はポコポコ言ってる感じですかね。固まるまでは触らずに焼いていきます。で、たまにやっぱり当たる場所、火が当たる場所が真ん中が一番強く当たってるので、お肉の厚さを見ながらちょっと火が弱そうなところにフライパンを移動させたりして均一に火を通しながら、触らず焼いていきます。で今日揚げ焼きで油の量が少ないので、衣が固まってきたら一度少し持ち上げてあげて、皮の下まで油がちゃんと入っているようにしておきます。そうしないと結構ベタっとくっついちゃってる場合もあるので、しばらくこの状態でもう少し焼いていきたいと思います。タルタルソースに庭にパセリがなってたのでパセリ入れますけど、ない人は入れなくても大丈夫です。であと乾燥のパセリ入れたい人は乾燥のパセリでも大丈夫です。パセリじゃなくても小ネギとかちょっと大葉とかパクチーとかちょっと香りのあるものを入れるとまた違った雰囲気になるので、お好みでアレンジしてください。あと彩りも少し出るので。はい、卵はお水の中で皮を剥いた方が崩れにくいので、鍋の底に押し付けるようにして、さらに全体に細かいひびを入れてから剥いていきたいと思います。この部分はこっちの面は結構ひび入れるんですけど、ここがベロッと皮がくっつきやすいので、この辺もちょっと意識して細かいひびを入れとくと剥きやすいと思います。でこのひびが細かければ細かいほど、この殻につられてビロンと引っ張られて身が剥がれにくくなるので、ひびは細かく入れておいた方がつるっと剥きやすいと思います。中火と弱火ぐらいの火加減で、パチパチって反応があるぐらいの火加減で
10分ぐらいこのままじっくり焼いています。ちょっと皮が焼けた香ばしい匂いもしています。皮がこういう感じで色づいています。で、身の方を見てみると、やっぱりまだ全然火は入ってないので、もうしばらく火を入れていきたいと思います。で、ちょっとこのくっついた部分を、こう油なので気をつけて外して、もう少し皮目の面で焼いていこうと思います。ここまで固まってきてるので、たまにちょっと焦げてないかなとか、火加減どうかなっていうのを、皮の色を見ながら判断して、で、こっちはまだ全然上から見た感じ、生っていう感じだと思うので、このまましっかりもう色がついてちょっと焦げてきそうかなって思ったら、もう少し火を弱めて、この皮目のままで焼いていきたいと思います。ではタルタルソースを作ります。卵は存在感を出したければ手でちぎるとソースがメインになるようなタルタルソースが出来上がるので、そういう感じで食べたい人は、タルタルソースが好きな人は卵に存在感を出してあげるとよりこうガツッとした感じの印象になります。今日は、チキンがメインということなのでちょっと包丁で切りたいと思います。でボウルに移します。ではちょっと鶏肉の方を見ていきたいと思います。こんな感じでこんがり色がついてます。お肉の周りは小さいものは若干周りが白くなって上から見て白くなっているっていう感じです。揚げ焼きで少ない油で揚げていくので、温度は揚げるっていう調理法よりもやっぱり温度の伝わり方が弱いので、鶏肉のやっぱり皮がカリッと揚がっていないと結構ブヨブヨした食感になったりとか、あとこう臭みが出やすくなったりするので、ちょっと皮は長めに焼いてもらって、で皮がしっかりカリカリに焼き上がったらひっくり返すようにします。15分ぐらいだと思うので、もし違ってたらテロップで何分ですっていう風に出しておこうと思います。では、このくらいまで来たらひっくり返して反対の身の部分も焼いていきたいと思います。で、皮目の方はやっぱり皮の油とか皮をカリッと焼くためにちょっと弱いめの火でじわじわ焼いたんですけど、身の方は少しちょっと中火ぐらいに上げてさっと火を通して仕上げたいと思います。はい、この状態でしばらく揚げていきます。で、その間にタルタルソースを仕上げたいと思います。先ほど切った、卵に残りの具材を全部入れてマヨネーズを加えます。そこにマヨネーズをもう好きなだけ入れてください。具とマヨのバランスはもう好みでいいかなと思うので、具沢山な感じにしたければ具を多くしてマヨは少なめで、マヨネーズのサラッとした感じのタルタルに仕上げたければちょっと具材を減らして、私今日すごいたくさんのピクルスとか使っちゃったので、その辺のバランスは好みで好きな感じでマヨネーズを入れます。はい、あと大さじ2杯ぐらい足したいと思います。甘酢は甘い部分で、このタルタルソースはちょっと酸味の部分になるので、ちょっとだけお酢かレモン汁かちょっと酸を足して酸っぱい感じのタルタルソースにしておきたいと思います。味を見てもらって、ピクルスもいっぱい入ってるので、ここで酸味がガツッと効いておいたらそれでもいいんですけど、今日はレモンをちょっとだけ入れておこうと思います。ではタルタルソースはお皿に移しておきます。でもうそろそろ火が入ってくる頃なので甘酢を作っておきたいと思います。割合としては酢と砂糖と醤油1対1対1で作りたいと思います。で好みでもっと甘い方がいいよっていう人はお砂糖を足したりとか
お醤油の種類も多分違うと思うので調整しながら、で濃いなと思う人はそこにお水を入れてもいいと思いますし、で今日は上からかけるっていうスタイルにしたいので鍋で作りますけど、もし、揚げた後に、漬け込みたいっていう、その方が味がしっかり入るので、漬け込みたいっていう方はフライパンでその甘酢だれ作っておいて、焼き上がったお肉をそこに入れていくっていう風にしてさっと絡めて盛り付けたらいいと思います。はい、ソースは全部砂糖と酢とお醤油が1対1対1のそれぞれ 70g ずつで作りました。お醤油の香りとかお酢の酸味が飛ばないように一度沸かして砂糖が溶けたらもうそこでストップしておきます。で火を止めます。お肉の方は今こんな感じで裏面もこんがり焼けているので揚げていきます。火が入っているかどうかの確認は油の音がだんだんシュワシュワと小さくなってくるので、そういうのを目安にしてもらうとか、あと時間、今計20分ぐらいかな、焼いてたので時間で見たりとか、あとはやっぱり一番分かりやすいのはこういう一番大きなお肉の厚いところにナイフを入れてもらって、それで中をちょっとちらっと見てみて判断してください。はい、それでは盛り付けていきたいと思います。好きなように持っていただければいいんですけど、私は結構この甘酢が絡んでいる野菜が結構好きなので下に引きます。周りに引いて野菜にもちょっと甘酢が染み込むような感じにしたいと思います。今日はちょっとレタスあんまりいい状態ではなかったんですけど、できるだけこの外葉のこう緑が濃いものと使ってあげると、こういう色のグラデーションが出ると綺麗なので、使えたら外の方も使うと綺麗に見えると思います。サラダを準備したらお肉を食べやすい大きさに切っておきます。はい、じゃあここに甘酢だれをかけたいと思います。今日はチキン南蛮を作りました。割とちょっと重ためのお料理なので野菜はたっぷり添えて、あと甘酢だれはさらっととろみもつけずさらっと仕上げて、野菜の方にもドレッシングのような感じで食べれるようにしてあります。鶏肉を焼くときに、皮目をしっかりちょっと弱めの火でカリッと焼くことで、鶏の臭みや、ぬるっとした食感がなくなってカリカリに焼き上がるので、少ない油でもジューシーに揚げることができます。はい、でうちではこの感じでドーンとテーブルに出して食べるときに好きなだけタルタルソースをつけて食べています。はい、分量は、概要欄に載せてありますのでぜひ作ってみてください。それではさようなら。